はい、今日はね、何をしましょうかね。今日の作業は、こちらの、はい、未消した松たち、すんごいいっぱいありますけど、これをね、なんとかしないといけないんですよね。この苗はまだ細いから、来年でいいかなと思うんですけど、その前の年に巻いたやつとか結構太くなっちゃって、太くなっちゃうと、曲げるのも大変ですから、もう早めにやっちゃおうと。そういう、内容の動画にしようと思います。で、若干太くなったグループはこちらにもうすでにざるにあげてまして、2ヶ月ぐらい前にやっていて、まだ一本も枯れてないから、うまくいったんかなと思うんですけど、これも100均のカゴに巻いてたんですけど、もう結構ね、ギチギチで大変なことになっていました。別にザルで培養しなくてもいいとは思うんですけど、ボンユーさんからいただいたこのポットでやってると結構太りも良くて、いい感じだったので気に入って、ザル培養を基本にしています。ただ、ミニ盆栽ですから、そんなにガチムチに太らせるつもりはなくて、このくらいの太さになったらもう、本鉢にあげて、あとは持ち込むっていうやり方でミニ盆栽、ミニクロマツ作りたいと思っています。だいたいこのくらいの鉢に入ればいいんですよ。このくらいの鉢に。はい。だからもう、どのくらいですかね。2センチぐらいの太さになっちゃえば、こっちのもんかなと。そうすると、だいたいこれが2年ぐらいだから3、4、5年もあれば太陽光とかも使えば、5年もあればそれなりに飾れちゃうんじゃないかなというふうに、企んでおります。で、何するかというと、針金掛けです。よく、慣れないうちにやっちゃうのが、螺旋状に単調に曲げるっていうことをやっちゃいがちなんですけど、なんか緩やかさと強さのある針金巻き方をしたら、ちょっと一味違うものができると思うんですよね。それと、できるだけ足元に近いところ、根分かれに近いところで一曲強く曲げたりなんかするところがあると、将来性が違ってくるのかなと思うので、そこら辺を気をつけてできるだけ曲げるようにしています。で、ここら辺が根分かれの根元ですから、近いところでぐっと上げると。結構太りますから、あんまりきつく締め付けすぎない方がいいと思います。で、こうやって葉っぱを縫っていく感じですね。ちょっと長かった。長すぎた。カット。はい。このところでできれば曲げたいので、ちょっとペンチで押さえて、針金の向きに合わせてぐっと曲げます。で、今ここ根元きつく曲げたので、先端は少し一旦緩やかに曲げつつ、多少避けたって構いませんので、曲げやすいうちに、特に女性は、細いうちに、特にきつめの針金かけとくと、後々、これも同じように曲げたんですけど、太った時に傷なんかも治りつつ、そういうところにコブになって、目が吹いたりとかしますので、将来的にはこのビヨーンってなってるやつは切っちゃうんですけど、必ず目が栄養状態良ければ必ず吹いてくるので、そういうので、枝を作っていくと、頭とか枝を作っていくという感じですね。今はもうこんな感じなんですけど、それが1年か2年ぐらいするともうこういう風になって、鉢上げとか本鉢に入れられるように、なってくると思います。根元のとこ見ながら、きつすぎず、ぴったりと針金を巻いて、それで同じように根元しっかり曲げると。曲げて、前後左右にその時、針金の向きとかを確認しながら、少しねじりながら、針金を使って曲げていくと。
こんな感じですね。はい。こういう感じで、ちょっと映えないんですけど、こういう感じで自分は作り方の一つとしてやっています。ミニで、太めの、強めの黒松作りたいなと思うときは、やっぱりこういう感じでしっかり曲げると。試しにこれちょっと抜いてみましょうか。これは雑草でしょ。あとは黒松の根っこだな。うん。秋の根っこも伸び出してますね。これは雑草やったけど。秋の根っこも結構伸び出してる。自分はよく展示ではこのくらいの鉢に生える、木を飾ってるんですけど、直径4センチとか5センチぐらいでしょうか。はい。それに比べてもこの木はもうちょっと太りすぎてる。この鉢に入れるにはちょっと厳しいので、もう十分太った。ミニ盆栽としては十分太ったということにします。割とスポッと入りましたね。新しい土も少しは入る感じ。黒松はこのくらい硬く植えて OK です。どんな感じかというと、こんな感じですね。うん。こっちが前かな。こんな感じで、ザル培養で曲げて癒着させて、2年ぐらい作ったものを鉢上げして、小さく、このくらいの太くて、ちょっと幹とか根っこに面白みのあるものを、作って遊んでいます。で、普通はまだね、これもっともっと走らせて太らせるっていうことを、ちょっと大きめの盆栽ではやるかと思うんですが、ミニで作っていきたい。これ以上大きくしたくないので、もうこのちょんまげは、私は切ってしまいます。使うのはこのちっちゃい目なんですけど、ここ使うからと思って、ここで切ったら多分この目弱っちゃう。吸い上げが追いつかなくて、こっち弱っちゃうので、まあ切るんだったらここまでですね。これの途中、このくらいまで。この芽がもう十分ありますから、来年はここから芽が出てくるし、抑えられてるからまたここからもプツプツ出るかなと。逆にこれ残しとくとここばっか強くなって、こっちが弱くなっちゃうので、適当な時期に切っちゃっています。はい。切っちゃいます。こうやってちょっと抑制を今年からかけて、来年からちょっと芽を育てていきたいなと思います。今日の作業はこれでおしまいです。うん。杭はですね、木だと腐っちゃうっていうことが、当たり前なんですけど分かったので、敷地内にこういっぱい刺さってるこの鉄の杭で、いらなさそうだなって思う場所、ここもうちの土地ではあるんですけど、あるので、これを、使いたいと思います。はい、はい、はい。また今日も、この階段を降りて、結局今はこういう風に、下は道路なんですが、剪定して、工作っぽくすると。かっこよくはないんですけどね、とりあえず下におっちゃけないようにはなったかなと思います。柵はとりあえずこれでいいや。で、次はですね、次は階段。この階段なんですけど、階段のアイテムを、先ほど入荷しました。これ。この辺はちょっと汚いぞ。ごちゃごちゃしてるんですけど、これをね、できたんですよ。これです。太い。なんだろうね、これ。こんなやつです。これを階段の、支えるやつにしようかなと思って、1本500円もするんですけど、丈夫なやつですね。これを差し込んで、そこら辺に落ちてる板なんかを土留めにして階段作っていこうかなと思ってます。いいでしょう？ 500 円もしたけどね。よいしょ。OK。